こんにちは。オフシーズン太郎です。どうもこんにちは、直樹です。今僕スキージャンプオフシーズンでして、結構僕旅が好きなんでオフシーズンはずっと旅に出ちゃうたちなんですけど、ここはですね、尾道です。後ろに見えるのが瀬戸内海ですね。ちょっとメールとか返しながらコーヒーでチルしてたんですけど、先ほどですね、駅からカフェまで歩いて5分ぐらいで来たんですけど、なんかね、自転車してる人が多くて、調べてみたらですね、なんかサイクリングマップなるものがあって、瀬戸内しまなみ海道サイクリングマップ、自転車が有名らしい。そして自転車で尾道から海を渡って今治まで行けるらしくて、明日自転車してみようかなって。今はね、もう昼過ぎなんで行って帰ってくることはできないんですけど、明日一日時間があるので、ちょっと自転車旅してみようと思ってですね、今回は瀬戸内しまなみ海道サイクリング編です。ということで、明日ちょっと朝ね早く起きてサイクリングマップを持って尾道から向こう側の今治まで行ってこようというふうに思います。帰りは自転車で帰ってくるか、それとも高速バスになるかわかんないですけどもそこは僕の元気次第です。それじゃあ行きましょう。ということで、下調べですよ、下調べ。今がね、ここ尾道っていうところにいます。日本で言ったらここら辺、僕の出身地がここら辺、瀬戸内、ここのね、島と島の間のところを瀬戸内って言うんですけど、この町にいます。尾道市。そしてここでね、自転車を借りて今治まで行けるんですよ。今治といえばね、今治造船があったり、今治タオルがあったり、そして我らが岡田元日本代表監督が仕切る今治 FC があったりするわけですけど、行きたいね、ここまで。橋がね、1、2、3、4、5個のでっかい橋があって、それを渡ってくらしくて、なんかすんごいたくさんの島を回れるらしいです。あさって僕はね、小佐木島っていう超ちっちゃい島に行くんですけど、明日はね時間があるのでここら辺を走りたいと思います。あさっての小佐木島は僕がやってるオンラインサロンフライングラボラトリーで島キャンプしようぜっていうことで、あさっては島キャンプしてきます。みんなで気になる方は概要欄よりぜひ直樹のフライングラボへスキージャンプでのプロ活動だったりとかプロ生活だったりとかっていうのをね随時報告しているので、興味がある方はぜひ見てみてください。ということで、まあイメトレはバッチリでしょう。僕雨男なんで雨だけ降らないように頑張ります僕が頑張るわけじゃないんだけどね。結構長いぜ、70キロあるぜ。ということで明日まで。おはようございます。めっちゃ寝坊した。超寝ちまった。ということで自転車乗っていきましょう。マジこの駐車場の中にあるらしいです。反対がめっちゃ綺麗で、すごくない？造船場。こんな近くで、なんかこの距離感がいいね。めっちゃ遠いわけでもなくて、めっちゃ近いわけでもなくて、面白い。無事借りることできました。3000円1日。安いよね。安いと思う。これからそこからフェリーに乗って向こう側の島に行ってしまなみ海道がスタートらしいです。じゃあフェリーに乗りましょう。綺麗、超気持ちいい。今までなのに70キロ。そして旅の親友ができました旅の途中で会ったルーマニアの人、名前はまだ聞いてない。じゃあ行きます。70キロ
まだ始まったばっかり。すげえ。これ渡るのかな、多分。登りだ。登ります。すげえ。上がハイウェイです。高速道路。超綺麗。2つ目の橋。超でかい。超感動してる。超綺麗だ。2個目の橋です。あと3個かな。これ含めたらあと4個あるはずです。頑張れ頑張れ。おごってもらっちゃった。今は右上左下まで行って今治まで行けたらいいな。行けるかな。超喜んでる。すごい。レモンカフェらしいです。Yeah, it's cool. すげえ、gorgeous. Yeah, rich. 4つ目の橋です。もうちょっと多分25キロ、30キロぐらいだと思います。ブレイク。ブーマニアのお菓子もらいました。今治まであと30キロですね。いいね。道もフラットだし、車も全然通んないとこばっかりだし、超走りやすいです。天気も最高だね。そんなに暑くない。ベストデイかもしれない。4つ目の橋。あともう1個。だけど、この次の島が一番でかい島らしいから、もうちょっと先ですね。頑張ります。頑張れ。ダンさん頑張れ。アメイジングって言ってる。フグかな。ゴート。最後の橋ですね。最後の橋まで登ってます。クライムアップしてます。ダンさんは奥さんが途中のね港で待ってるって言ってたから、さっきお別れしました。そこの橋まで登ります。もうちょいで今治初四国。初めての四国です。頑張ろう。すげえ、超でけえ。じゃあすごっ。あの橋を渡れば今治ですね。70キロ片道。今治から高速バスで帰れるらしいんですけど、まだ1時半とかなんだよね。だからワンチャン帰れるんじゃね。受付のおばちゃんは無理だって言ってたけど、無理だって言われたらやりたくなっちゃうじゃん。これが一番でかい橋ですね。何キロあんの。くっそ高いし。よし、これ越えたら四国頑張ります。すげえ。すげえ。道も綺麗。こっちが今治ね。
四国だ。初四国。てか橋の元基礎やばいね。超でかい。初めて四国に上がりました。それが下りだからブレーキかけます。これ今治造船かな。超でかい造船所。ドック何個あるんだろう。やば。めっちゃ船作ってる。すげえ。今治に着いたんですけど、どうしても今治 FC のスタジアムに行きたくて岡田監督と少し面識があって、なんか聞いたところによると40億の借金をして買ったと、スタジアムをリスなんで行く気はねえなと思って、これから行ってみようと思うんですけど、なんか Google マップによると超田舎道まっすぐ行ったら着くらしいんだけどね。あと10キロぐらいだけど頑張りますもう70キロか70キロ走ってるんで、今日はだいたい90キロぐらいかな多分。そのまま返せばカフェ行きたいコーヒー飲みたい。頑張ろう。もうちょっとで着くはず。遠かった遠かった。多分この上がスタジアムだと思うんだけど、違うかな。これを作ったんだよね多分。来ちゃった。とうとう。すげえ、めっちゃ天気いいし景色いいし、多分ねその向こうがねスタジアムだと思うんですけど、ちょっと後で事務所に行って岡田さんいますかって聞いてみようかしらお金でこんな感じでさ、もう完全ただのツーリストなんだけどしまなみ海道からねちょっと離れるね、そのメイン通りからね10キロぐらいちょっと内陸の方に入ったところにありました。僕は気軽に来ちゃいましたけど、ちょっときついかも。こう整備されてる自転車道じゃないからね、結構ねアップダウンもあったし、そうけどまあいけないことはないと思います。ということでこれがスタジアムかな。すげえ。なんかさ、そこにもさ練習場あるじゃないですか。上にもあるの。でかっ。いきなりスタジアム。グラウンドがめっちゃ近い。多分3メートルぐらいしかないかもしれない。芝生ピッチから。すげえ。待って。すげえ、見てほら。瀬戸内が見えます。周りの街中も見えます。すげえところにあるスタジアム。バイク返しちゃった。バイクを返してしまいました。今治 FC の方に行ってきたんですけど、事務局の方にちょっと行ったらすっごい優しい人たちでね、いろいろ紹介してくれて、岡田さんはいなかったんですけど、ちょっとメッセージを残してくることに、なりました。後でもしかしたらメッセージが来るかもしれませんめっちゃ焼けたね。超焼けてんじゃん。やばもう今治駅に着いて、でバイクを本当に駅前に返して、でここから尾道まではバスで帰ろうと思います。もうマジ旅を振り返るとね、めっちゃもうほぼノンストップで走ったんですけど、超良かった。もっとねふらふらといろんな島を回りながら、来るのも面白いかもしれない。今治まで来てそのまま尾道に帰る予定だったからつもりだったから、マジ超ストレートで来たんだけど、こんなに余裕があるならもっとふらふらいろんなところを見るのも良かったなっていうふうに思いました。ぜひね尾道とか今治に来たら自転車で、しまなみ海道を走ってみてください。マジで超いいです。もう天気いい日とか最高です。道も綺麗だし、そんなにアップダウンもきつくないし、ちょっとあるけどもう無理って感じでもないし、あとね e バイクもレンタルしてるっぽいし、あと美味しそうなカフェもいっぱいあったし、もうずーっと眺めもいいし、風も心地いいし、マジ最高でした。ということで、帰りのバスを逃さないようにしたいと思います。1時間に1本ぐらい出てるっぽいんで、それで帰ろうと思います。ということで今日のしまなみ海道自転車旅でした。マジ最高でした。じゃあありがとうございました。バイバイ。